走り屋という言葉がかっこいいと思ってた青春時代。パチンコ屋で時給900円のバイトでローンとガソリン代を払い続けて買ったあの車。当時ナンパ車として人気だったホンダのプレリュード。その人気を超えて大人気になった S13 シルビア。実は車検切れから22年放置されたまま倉庫の奥で眠っている。買った時は1800の NA キューズと呼ばれるグレードだった。毎週のように週末通った半田道路。非力な NA エンジンでは86にも置いていかれた。でも下りだけは根性と気合だけで負けずに走れた。その後04という競技を知って全く知識のないど素人がエンジンを積み替えることになる。当時04西日本大会アームクレイド HKS ドラッグミーティングシルビアクラスで2冠を取ったまんまの状態でひっそり22年間眠っている。そこまでいろんなストーリーがあった。それを語る前にあいつを動かしてやろう。もう二度と乗ることのないと思っていたあいつを。今回のこのシリーズ、もちろんマフラーも作ります。その前に目に入れても痛くないぐらい可愛がって青春を共にしたシルビアを復活させるストーリーです。どれぐらい時間がかかるかは分かりませんが、お付き合いいただければと思います。本日はまずそのシルビアを一緒に見に行きましょう。はい、今から倉庫に向かいます。工場から少し離れてるところに倉庫があるんで、ちょっとしばらく運転しながら当時の思い出なんかを。実は言うとリバースを始めた時にあの車資金繰りが大変で売ろうと思ってた時期があって、ヤフーオークションとかにも出してんけど、問い合わせ、外国人からの問い合わせがものすごい来る。でも英語とかで分かれへんかったし、海外に送ることもできへんかったから、あれ何年ぐらい前かな、もう10年以上前かな。それもリバース始めてちょっと増してからやから、まあ余裕で10年以上は経ってるな。その後たまたま来た業者のお客さんがこのシルビア売ってくださいよっていう話で、あれなんぼで言うた25万とかそんな金額で、俺ももう手放したかったからもういいですよって言うて、ずっとまだ倉庫借りる前で工場にずっと置いてて、ずっと邪魔やって物置状態になってたんで、いいですよって、まあ25万から30万ぐらいやったらって言って28万ぐらいで結局最終話したと思うねんけど、結局ほんでその人買いますって現状渡し、もちろん車検も切れた状態で現状渡しでっていう感じで引き取りに来てもらう約束やってんけど、お金後でいいですかっていう話で、いやお金先もらえますかって、お金と引き換えでお願いしますっていう話で一旦その場は帰ってもらって、後日連絡しても全く連絡つかず、あのままもしかしてお金もらわんと車だけ渡してたらやばかったなっていうことがあって、まあ今考えたらあれ手放してやんでよかったなと思うよね。28万とかやったもんな。まあ、金額の問題じゃないけど、今こうやって YouTube を始めていつか動画に出したいなと思っててんけど、まあ、こんな形で富拓チャンネルの富拓さんの動画を見てて、同世代のおっさんたち言うと怒られるかもしれんけど、同世代の人たちがあんなわちゃわちゃして倉庫でエンジン触ったりっていうのを見てて、ものすごい俺も懐かしく感じて、俺もこんなんやってたなっていうので、俺もちょっと動かしたいなっていう思いがどんどん強くなってきて、ずっとYouTube でやりたいなと思ってたけど、ちょっとやりだしたら時間かかるなっていうのもあってんけど、そろそろ動かしたいな、乗りたいなっていう気持ちがどんどん強くなってきて、実際もう倉庫に持って行った時はもう二度と乗ることないやろなと思っててんけど、置いててよかった。今ほんまにそう思う。
はい、倉庫に到着いたしました。もちろんセコムには入ってます。さあ潜入いたします。はい、僕のゴルフもここに入ってます。そしてガチトラ荷物運びカーとなってます。これが例のミラです。ヘッドライト外して磨いて失敗したミラです。そしてじゃーん、こいつです。前からちょっと気にはなっててんけど、ここの倉庫猫がどうも侵入してるらしく見て、ほっこりまみれです。色は当時限定車のダイヤセレクションカタログカラーになったダークグリーンメタリックです。池谷先輩のライムグリーンとは違います。タイヤほら当時もん、これも貧乏ドラッカーには御用達のトランピオ FM9R。 ホイールはハセミの16インチ、これも当時もんです。高かったな当時。フロントは横浜タイヤ M7R。 マフラーはなんと当時動かすのにあまりにもうるさかったから、その辺に転がってたサイレンサーに50パイのパイプをつけた静かバージョン。超静か。これ見て、カロッツェリアのスピーカー。ほんま全部これ当時のまんまやからな。よし乗ってみよう。うわ久しぶりやな。いいわこの感じ。ちなみにクラッチは富拓さんちの OS 技研のツインプレート入ってます。運転席のシートは当時レカロの SR2 を入れててんけど、 R32 の GTR の椅子座った瞬間にもう最高と思ってレカロを外して R32GTR のシートを入れました。助手席はジェミニイルムシャーターボの純正レカロ。センターコンソール、当時 S13 で流行ったここの吹き出し口を潰しての3連メーター、ブースト系、排気温度計、油温計やったかな。これだけちょっとちっちゃくするのがおしゃれやった。そして見て、カロッツェリアの6枚 CD チェンジャー。デッキも当時のカロッツェリア。そしてブーストコントローラーは H ケースの EVC。当時ブースト2キロまでかけれるのがこれしかなくて、必然的にこれになりました。こいつが燃料ポンプやったと思う確か。さらにコンピューター、メインコンピューターで制御してんねんけど、微調整としてグリッドのフローメイト、なんかこれエアフローの電源をちょっといじって燃料を調整するっていうやつやと思う。そしてブースト系をつけてました。ブースト2キロまで、ブースト 2.1 まであるのかな。これはハンドルについてるこのボタンがブースト2キロまでかけるスクランブルボタン。普段は 1.3 から 1.5 にセットしといて、いざという時にこれを押すとブースト2キロまでかかるっていうスクランブルボタンです。これはホーンの接点を利用して自作しました。よしエンジンルーム行こうか。22年間眠り続けたエンジンを見てみましょう。うやほうほうほう、ほっこりだらけ、真っ白になってるわ。ゴムとかベローンなってるし。これが当時純オートメカニックのサーチタンクに憧れて自分で作った
オールステンレス製サーチタンクです。当時からピカピカが大好きでヘッドもいろんな色塗ったりしたけど最終的には磨きました。タービンは TO4S のスペシャル800馬力対応とかなんか書いてたようなタービンやったと思う。オイルキャッチタンクも自作です。これ全くエンジンのことど素人の俺が一から勉強して組んだからね。エンジン2回も3回も壊したから。最終エンジンかかってたから別にエンジンが壊れてるとかないけど相当無茶したから多分もうピストンとか結構クタクタになってると思うから、このままではまあ普通に走る分には走れるやろうけどブーストめっちゃかけたらエンジンぶっ飛ぶんちゃうかなと思うんで、最終的にはどっちにしろエンジンかけてオーバーホールせなあかんのちゃうかなと思ってます。はい以上です。暑いわそこまだまあこんな感じで僕の S13 22年間眠り続けてた S13 はまだ健在です。ボディも洗ったら多分まだピッカピカなはずなんで、まずエンジンかけようかな。ラジエーターの水を確認してエンジンオイルあとガソリンはちょっと腐ってるかもしれんけど、まあ今回はそれで多分かかると思うんでガソリンとエンジンオイルとラジエーターの水を確認して次回エピソード1ではまずエンジンをかけるとこまでやりたいと思います。そこから最終いろんな小さいホースとか変えていかなあかんと思うから、置いてる状態でガソリン漏れてたことがあってガソリンのホースとかもところどころ変えてあんねん。だからその辺を徐々にチェックしながら部品を交換して車検を通すまでをまずシーズン1としてやりたいと思います。その後04をもう一回やりたい。04をやった後ちょっとどうするか。他にもやりたいことがあんねん。一旦これ NA にしたいなっていうのがあって、ターボよりも NA の方が高レスポンスで面白いんちゃうかなっていう、まあその辺はどうなるか分からへんけど、こいつの動画を定期的に飛び飛びになると思うけど配信していきますので、今後ともリワサッキーチャンネルをよろしくお願いいたします。もちろんガチ検証もやっていきますのでお付き合いください。はい、今日はリバースサッキーの22年間眠っていたシルビアのご紹介でした。ほらまた。